小、身を清める際に、身体の各部を2度洗うこと。アブドゥッラー・ビン・ザイド伝承。預言者、彼に平安あれは、身を清める際に、身体の各部を2度洗った。サヒーフ、アルブハーリー158。小、身を清める際に、身体の各部を三度洗うこと。フムラン伝承。ウスマーンの奴隷ウスマーン・ビン・アッファンが水差しを頼んでいるのを見た。そしてそれが運ばれてくると彼は両手に水をかけ、3度洗い、それから右手を水差しに入れて口をすすぎ、鼻に水を入れて鼻をすすいだ。それから顔と前腕を肘まで3度洗い、濡れた手で頭を覆い、足を足首まで三度洗った。そして彼は言った。アッターの使徒、彼に平安と祝福あれはこう仰せになりました。もし誰かが私のように身を清め、二楽との礼拝を捧げ、その間、今の礼拝とは関係のない、他のことは何も考えなければ、過去の罪は許されるであろう。サヒーフ、アルブハーリー159。第一ハディースの説明。預言者、彼に平安と祝福あれが身を清める。ウドゥ祭。彼は身体の各部位を2回ずつ洗うこともありました。顔は口と鼻をすすぐことを含めて洗い、手足も2回ずつ洗いました。第一ハディースの恩恵より、身を清める、ウドゥことは義務であり、それ以上行うことも推奨されます。身を清める、ウドゥは2回行うことが許されており、場合によっては2回行うこともできます。頭を拭くことは、1回行うことが許されています。第2ハディースの説明。教友たちは、神のご加護がありますように、スンナを伝え、後世の人々に教えることに熱心に取り組みました。彼らが真の宗教と預言者の教えを広めるまで、神のご加護と平安がありますように。このハディースでは、ウスマーン・イブン・アッファンの解放奴隷であった信奉者フムランが、ウスマーン神のご加護がありますようにがムスリムのカリフ時代に、沐浴用の水を入れた容器を求めたことを伝えています。彼は容器の水を両手に注ぎ、3回洗ってから容器に入れて洗い、清めました。次に右手を水に入れ、手のひらで少し水を取りました。次に、口に水を入れて口を動かし、ひっくり返して口をすすぎ、吐き出して徹底的に洗い流しました。彼は口から水を出し入れし、鼻の先と鼻孔に届くように鼻風で水を吸い込み、鼻の汚れを洗い流すために息を吹き出しました。次に、髪の生え際から顎の下まで、そして耳たぶから左右にかけて、顔を3回洗いました。その意味は、顔全体を水で覆うことです。彼は両手を肘まで3回ずつ洗い、それから頭を拭いました。拭くことは洗うことよりも少なく、洗うことよりもさらに少ないことです。頭とは、頭の毛根のことです。それから伝承にあるように、彼は両足を足首まで3回ずつ洗いました。このすべてにおいて、彼はすべての手足に適切な量の水と洗浄を与えました。そして、身を清めウドゥを得た後、彼は言いました。私は預言者を見ました。神の祝福と平安がありますように。そして、自分の身を清めるのと同じような方法で身を清めました。こうして、彼は自分の身を清めることが、預言者の身を清めることを模倣し従うこと、そして周囲の人々への指示であることを明確にしました。アッターの使徒のスンナに従い採用する人々、アッターが彼を祝福し、平安を与えてくださいますように。アッターの祝福と平安が彼にありますように、彼は言いました。誰でも私のように身を清め、何も考えずに誠実に、謙虚に、そして静かに二楽アの祈りを捧げるなら、アッターは彼の以前の小さな罪を許すでしょう。なぜなら、大きな罪は悔い改めを必要とするからです。この一般論には題材は含まれません。ムスリムは、預言者、アッターの祝福と平安あれの権威に基づき、アブー・フライラのハディースから次のように伝えています。1日5回の礼拝、そして金曜日から金曜日まで、そしてラマダンからラマダンまで。題材を避ければ、その間のことは償われる。また、不正を償うことや、同様の悔い改めの条件も挙げられます。ハディースは、清めと真摯な礼拝、そして偽善のないことが美徳であると説明しています。また、言葉で教えるよりも、行動で教えることの方が有益であると説明しています。さらに、ウスマーン神のご加護がありますようにの美徳、そして彼がカリフであったにもかかわらず、宗教を教えることに熱心であったことも説明しています。